愛知県の西、知多半島。前回は東側にある諸崎街道を走りました。今回は西側の常滑街道を走ってみたいと思います。ゴールは名古屋市緑区の東海道、鳴海宿です。こんにちは。私は今、愛知県知多郡南知多町大井にある聖崎公園に来ています。海の上に見えるのは弘法大師像です。ここ聖崎はその昔、弘法大師が三河の方から船でやってきた時に上陸した場所と言われています。知多半島には、知多四国88カ所といい、四国のお遍路さんと同じく、弘法大師ゆかりの寺を巡る風習があります。別に四国をパクったわけではありません。ただ三河にも似たような88カ所巡りはあります。別にパクってません。今日も何カ所かゆかりのある寺の前を通るでしょう。罰が当たりませんように。知多郡南知多町は愛知県知多半島の最南端の町です。漁業が盛んで諸崎や豊浜など大きな漁港がいくつかあります。ここ大井は昔から海産物を東海道に運ぶための常滑街道や諸崎街道が通る交通の要衝です。ここ大井駐在所前が地図上の常滑街道の支点です。そして知多半島を縦断するもう一つの街道、諸崎街道の一部でもあります。旧街道を思わせる趣のある建物がいくつかあります。大井豊浜線を渡って反対側が常滑街道です。ここからは大井豊浜線を走り、三河湾側から伊勢湾側へ山を越えます。本来の常滑街道はここを右ですが通行困難のためこのまま道なりに進みます。水仙ロードと呼ばれる道を渡ります。水仙ロードは知多広域農道の一部で、他にもふるさとロードや味覚の道などがあります。この辺りから本来の常滑街道に合流します。国道247号に出ました。左手には愛知県で最大の水揚げ量を誇る豊浜漁港があります。ちょっとファミマで昼食をとります。ファミマの向かいの細い道が常滑街道です。道がものすごく細いです。フィアット500の車幅と社長をもってしてもギリギリです。ここからしばらくは国道247号と側道を行ったり来たりです。南知多町の東側から南側先端にかけては海岸はほぼ岩礁帯です。漁港もそちら側に多くあります。これから走る南知多町の西側は北上するにつれて海岸は砂浜が多くなります。それに伴い海水浴場などレジャー施設が増えて、反対に漁港の数は少なくなります。特にローカル番組でよく紹介される温泉があるようなゴージャスなホテルは西側に集中して多くあります。最近の流行りはバーベキューやグランピングなどアウトドア系の施設です。左手に山見海水浴場が見えます。切り返しもできないほど細い道になりました。
ボディをこすりそうなので少し迂回します。ここから常滑街道に戻ります。再度国道247号に戻ります。左に見えるのがマルハリゾートです。ジャンボエビフライで有名なマルハ食堂が運営しています。左につぶて裏が見えてきました。少し寄り道してみましょう。その昔伊勢神宮の神様が力比べをするため岩を海に向かって投げて競争しました。その岩がこの知多半島まで届いたそうです。岩の前の鳥居は伊勢神宮の古材が使われており、伊勢神宮の方向を向いています。今では知多半島有数のパワースポットです。内海海水浴場が近づいてきました。ここら辺は古くからの愛知のリゾート地で旅館やホテルがたくさんあります。常滑街道はここで一旦国道247号を外れ、名鉄知多新線の始発駅内海駅方面に右折します。ここで地図上の常滑街道は一旦途切れます。おそらく昔は黄色い線のようなルートがあったと思われます。とりあえず今回は小野浦方面に迂回します。国道247号を走ります。これと並行して内海峠を通るルートもありますが、そちらもかなり細い道のため無難にこちらを行きます。ここから知多郡美浜町に入ります。その名の通り綺麗な砂浜があります。伊勢湾と三河湾の両方に面していますが、今いるのは伊勢湾側です。正面に見えるのが美浜少年自然の家です。私も少年の頃合宿をしたことがあります。なんかとんでもないところに来てしまいました。これ以上はとても無理です。一旦車を降りて考えます。木々がうっそうとしています。これは徒歩でも厳しそうです。諦めて車に戻ります。来た道を引き返します。日本初の国際人と言われている山本音吉の銅像です。国道247号に戻ります。正面に野間灯台が見えてきました。愛知県のリア充御用達の灯台です。ここの柵に南京錠をかけると恋愛が成就すると言われています。美浜町にはここ以外にも恋の水神社というキラキラ恋愛パワースポットが存在します。私には縁のない場所ですが何か。ふぐさき港を過ぎたあたりからしばらくは国道247号とは離れます。正面に見えてきたのが野間大坊です。飛鳥時代に建立されたと言われているとても由緒のある寺です。源頼朝義経の父義朝が討たれた寺としても有名です。境内には義朝の墓と首を洗ったと言われる池があります。
この野間地区では正月に餅を食べることなく討たれた義朝のたたりを恐れて、正月には餅を食べない風習が今の残っています。風景が漁村から農村に変わってきました。昔ながらの建物に混じってアパートのような建物も増えてきました。この辺りは近くに日本福祉大学があるため、学生も多く住んでいます。私の中で日福大は24時間テレビで陽キャたちがドミノを並べて青春を謳歌しているイメージです。でも最近はやりません。この先まっすぐ行くと南知多ビーチランドがあります。南知多と言っていますが、実際は美浜町にあります。尾張から三河の西の方の子供は遠足で一度は行ったことがあると思います。水族館だけでなくおもちゃ王国もあるため、お子様連れは一日楽しめます。久しぶりに国道247号に戻ってきました。国道をまたいで西側の道に入ります。焼き杉を使った黒い外壁の建物が多くあります。また少しだけ国道を走ります。ここ上沼辺りから名鉄知多新線は大きく東にカーブします。そのためここより北は常滑の中心地まで鉄道網はなくなります。ここから常滑市に入ります。古くから焼き物の町として有名で、常滑焼はこの常滑街道を通じて東海道や海路で運ばれ全国に流通していました。今は愛知県唯一の国際空港がある空の玄関口です。この辺りから南小菅谷交差点の西辺りまで地図上の常滑街道は途絶えます。そして長らくついたり離れたりしてきた国道247号ともお別れです。ここからまた地図上に常滑街道復活です。ここ小菅谷は清酒根の火を作っている森田創業の地です。ここから少し西に行ったところに森田味の館というレストラン兼直売所があります。さらに森田はソニーの創業者森田昭夫の実家です。この近くには森田昭夫塾という記念館があります。旧大谷村を通り抜けます。本来であればここを左折ですが、車が通れない道幅のため迂回します。また常滑街道に戻ります。ほんの少しだけ中部国際空港に渡る橋が見えます。本来のルートは道の反対側ですが、車は通れないため迂回します。レトロな街並みが続いていますが、この 1km ほど先の会場には中部国際空港セントレアがあります。道が細いです。先に進むのを躊躇します。右にも左にも電柱があって曲がれません。迂回しました。旧小羽村を通り抜けます。しばらくは県道252号と側道を行ったり来たりしながら北上します。旧西矢野村を通ります。ちなみに旧東矢野村はなぜか遠く離れた豊明市にあります。
かつては声援が行われていた旧垂水村を通ります。本来の常滑街道はここを右ですが、一方通行のため迂回します。常滑街道の中心、旧常滑村に入ってきました。左に見えるのが正寿院です。本能寺の変の時、徳川家康が明智の追っ手から逃れた通称伊賀越えの際、ここに立ち寄り腰掛けたと言われている石があります。ただし伊賀越えには諸説あり、知多半島には寄らずに直接三河に行った説もあるため、真実は分かりません。道を間違えたので展開しました。この辺りは常滑市でも中心部に近い場所ですが、個人商店がいくつかあります。ここから 1km と離れていない埋め立て地にはイオンモールやコストコなど大型商業施設があります。新しさと古さが共存しているのがこの町の魅力です。ここをまっすぐ行くと焼き物散歩道に行けます。常滑焼の窯元やギャラリーが集まっている常滑市の観光モデルコースです。道路を見下ろす巨大招き猫トコニャンは人気者です。ちなみに横から見るとこうです。左手に名鉄常滑駅が見えてきました。かつてポケモン GO が流行った際にポケモンが乱獲できるということで多くのトレーナーが集まっていました。ここからしばらくは名鉄常滑線と並走していきます。旧田屋村を通ります。左手に常滑焼の焼酎瓶と土管が見えます。かつてここ常滑で作られる土管は全国の上下水道に使われ、近代日本のインフラを支えました。旧榎戸村を通ります。ここからは県道252号ではなくなります。名鉄常滑線の踏切を渡ります。ここ鬼崎地区にはこの辺りで最大の漁協があり、県内屈指の養殖海苔の産地です。ただ漁業が行われているのはこの辺りまでで、これより北は工業地帯になります。ここ大野には世界最古の海水浴場と言われる大野海水浴場があります。世界とはこれまた大きく出たものです。この辺りから知多市に入ります。広大な埋め立て地があり、火力発電所や製油所があります。サントリーのウイスキー知多の蒸留所もこの埋め立て地にあります。また愛知用水の調整池総理池は知多半島の水がめで、建設されている公園は梅の花の名所であり人気の観光スポットです。本来の常滑街道はここをまっすぐですが、車が通れないほど細い道なので迂回します。ここでずいぶん前に分かれたはずの国道247号が国道155号という新しい名前になって現れて交わります。旧日永村の集落に入っていきます。旧街道らしいうねうねと曲がりくねった道が続きます。道が急激に細くなりました。この先
車で行けないこともないかもしれませんが不安です。なので黄色の線のところは自転車と徒歩で撮影しました。道が結構ガタガタで映像がブレます。これは夜に一人で通るのは相当怖そうです。車でも通れないことはなかったかもしれませんが、自転車で正解でした。車からの映像に戻ります。用事があるので今日は一旦帰ります。1週間後戻ってきました。ここでまた地図上の常滑街道は途絶えます。昔の地図を見ると黄色い線のようなルートがあったようです。今回は赤線のように迂回したので途中は省略します。かなりの急坂です。道幅もギリギリです。1回では曲がりきれません。この左からが本来の常滑街道です。ここから久しぶりに国道155号こと国道247号とともに歩むことになります。奥に見える森が無山神社です。毎年10月に高さ9メートルの櫓の上で獅子舞をするというデンジャラスかつクレイジーな祭りが行われます。三度名鉄常滑線を渡ります。国道から側道に入ります。左に見える尾張八幡神社では毎年正月に現在の漫才のルーツと言われる尾張漫才が奉納されます。小さな川を渡ると東海市に入ります。東海市は知多半島の西側最北の市です。大きな製鉄所があるため鉄鋼の町として知られています。農作物ではフキの生産が日本一です。ここ横須賀町で国道から外れます。旧高横須賀村を通り抜けます。名鉄高和線の下をくぐります。ここら辺は近年開発が進み、道もきれいで新しい建物も多いですが、古い地図にも載っているれっきとした常滑街道です。
ここで昔の名前で出ていますとばかり名前が国道155号から戻った国道247号に合流します。常滑街道は右の細い道ですが行き止まりのため迂回します。前方に集落園の大仏が見えてきました。昭和初期に作られた当初は高さ 18.79 メートルで日本一でした。伊勢湾岸自動車道の下をくぐります。またまた側道に入ります。ここは右折禁止なので左折して展開します。ここなは交差点を持って長らくついたり離れたりしてきた国道247号とも永遠のお別れです。国道247号は宮宿こと熱田宿へ、常滑街道は鳴海宿へ向かいます。ここから名古屋市緑区に入ります。名古屋市の区としては3番目に新しいですが、その歴史は古く地名は古事記や日本書紀にも登場します。本来の常滑街道はこの右の側道ですが、国道23号を越えられないため迂回します。本来の常滑街道まで少し戻ります。この墓地の間の道が本来の常滑街道です。大都会名古屋に入っても旧街道沿いは古い建物がところどころ残っています。右に見えるのは万丈醸造という日本酒の醸造所です。大高城の城下町を進みます。ここで名古屋と知多半島の先を結ぶもう一つの街道、諸崎街道と交差します。この道は諸崎街道を行くでも走っています。JR 東海道本線と東海道新幹線の下をくぐります。この辺りは半田街道と呼ばれた道も兼ねています。国道1号線を渡るために迂回します。ここが地図上最後の常滑街道です。名鉄鳴海駅前に到着しました。扇川を渡った先が東海道鳴海宿の本陣があった場所です。ここがゴールですが駐車場がないため、この先の鳴海神社まで行きます。2日に分けて巡った常滑街道ですが、細い道も多くなかなかハードな道のりでした。ただ諸崎街道に比べて古い建物も多く、旧街道の面影が色濃く残っていたため、走っていても飽きることはありませんでした。ここ鳴海神社は大和尊の命を祀る神社です。名古屋市緑区は大和尊の命の最後の后、宮津姫の出身地です。大和尊の命は伊吹山の神に戦いを挑みに行き、命を落とす前に2人で過ごした地でもあります。大和尊の命はその戦いに草薙の剣を持参せず、宮津姫に預けました。
大和尊の命の死後、草薙の剣を祀るために熱田神宮が建てられ、剣は今もそこにあります。熱田神宮は宮と呼ばれ、ここ鳴海神社もかつては東宮大明神と呼ばれたそうです。今日も無事に完走できたことを感謝します。ご視聴ありがとうございました。